マクラメペンダントの作り方。初心者のためのシンプルなマクラメペンダントの作り方を解説していきます。この基本は応用編の複雑なペンダントのベースとしても使えますので、基本を習得し、お気に入りの天然石をペンダントとして身につけられるようにしましょう。こちらが製作していくペンダントになります。このペンダントは基本となる3つの編み目パターンから製作されています。概要欄の方に編み方を載せておきますので、そちらで確認しておいてください。それでは、マクラメペンダントの製作の大まかな工程です。1、石に合わせてフレーム編みをする。2、石を枠に留める。3、紐を通す穴を製作する。4、三つ編みもしくは四つ編みでペンダントの紐の部分を製作する。5、紐の長さを調節するためのパーツを製作する。6、余分なワックスを取り除く仕上げ作業。以上です。それでは、はじめの工程のフレーム編みで準備するものです。紐の設定。1、2本の紐を中心で折り曲げ、軽く結び止めておきましょう。この結び目は後でほどいていきますので、くれぐれも強く結ばないでください。2、紐の輪っかの部分をコルクボードにピンで固定します。それではお手持ちの石、カボションを横から眺めてみてください。石が外れないようにするためには、正しい枠の幅でフレームを製作する必要があります。はじめのうちは枠がしっかりと石にかぶるように定規で測るなどして製作する枠の幅を測定しておくと良いでしょう。4、先ほど計測した幅になるように2本の軸紐の幅を設定します。軸紐の間隔を調整し配置してください。ここでは1センチの幅を設定しました。2本の軸紐の上部をピンで固定します。ここからはフレーム編みをします。今回使用するフレーム編みの編み方は概要欄にリンクを載せておきますので、初めての方はそちらをご参照ください。ここまで編み終わりました。ここまで編み終わりました。実際は石の外周の長さ、プラス1目か2目多めに編んでおきましょう。次に結び目をほどき、アーチ部分をカットしておいてください。ここまでがフレーム編みの基本となります。次は製作したマクラメの枠、フレームに石をはめ込んでいく作業になります。枠編み、石包みの仕方。マクラメ編みで製作したベルト部分の長さが石の外周よりやや2、3目長い状態にします。
この枠となるベルト部分は、後ほどきつく結んで石を留めるので縮んでいきます。実際に石に合わせてみて、足りない部分は少し編み込んでみたり、ベルト部分が長すぎる場合は、ほどいたりして長さを調整しておきましょう。カボションの側面に沿って製作した枠を合わせてみます。この時に枠の方が短ければ追加して編み込んでおいてください。逆に枠の長さが長すぎる場合は余分な紐をほどいて調整しておいてください。枠は結び止めた時多少縮みますので、実際のカボションの外周の長さよりも1目か2目多めに編み込んでおきましょう。枠に石をはめ込んで軸紐同士を結び合わせていきます。1と2、3と4の軸紐同士をそれぞれ結び合わせます。こちらが石を結び止めた状態になります。これで枠編みで石止めした状態が完成となります。しっかりと止まっているか確認してみてください。少しカボションが動く分には問題がありませんが、あまりぐらぐら回転してしまうようであったらもう一度やり直してみましょう。次に紐を通すパーツ、バチカン部分を製作していきます。ここでのポイントは、バチカン部分がぐらついたりほつれたりしないようにしっかりと固定してあげることです。ここでは分かりやすいように軸紐の部分は茶色、巻き紐の部分は緑で色別で製作してありますが、実際に製作するときは枠部分もバチカン部分もすべて同じ色で製作していきます。空白部分の対角線処理。石を枠にはめて結び止めるところまで製作しました。これはペンダントのサイドを真上から見た図です。茶色の紐が軸紐で、前方と後方で結び止めて石が抜けないように処理してあります。次に軸紐以外の余計な紐、緑色の紐の部分を焼き止めで処理していきます。この4本の紐で中心の穴が開いている部分を対角線上に塞ぎ、それぞれ一目縫って、その後焼き止めしていきます。こちらは針で一目すくっている状態です。これは4本全部の紐を縫い留めた状態です。この後、緑の紐を2、3ミリ残しカットし、その後焼き止め処理してください。それでは早速やってみましょう。石の前方に来ている軸紐は使いませんので、後方に向かって一目縫い、裏側で焼き止め処理をしておきます。このように手前から後方に一目から二目ほど針ですくい焼き止め処理します。こちらが紐を裏面に通した様子です。ここで紐を2、3ミリほど残してカットして焼き止め処理をします。こちらは前面から見た様子なんですけど、前面に焼き止め処理の跡が残らずすっきりと整います。次にバチカン部分、紐を通す輪となる部分を製作していきます。この時点で軸紐3本がまだ残っていますので、そのうち前面から1本、裏面から1本持ってきて、根元で一度結び、その後タッチング結びをします。裏面の残りの紐は後で使うので、紐を処理せずに取っておいてください。根元に一度結んでから、片方を軸紐にタッチング結びを始めてください。タッチング結びで8目ほど編みました。タッチング結びの結び方は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご参照ください。バチカン部分を製作するときのポイント。この長さは円の円周となるのですが、これが広すぎたりすると、ペンダントを正面から見たときに無駄にバチカン部分が長くなってデザインのバランスが崩れてしまいますので、できるだけギリギリ紐が通るくらいの輪の円周にしましょう。ペンダント用に1ミリほどの三つ編み紐を作り、輪に通す場合、8目ほどがちょうどよく仕上がります。次の工程です。このタッチング結びをした部分を半分に折り曲げ、矢印の部分にタッチング結びの軸紐を針で通します。前方に折りたたんでも後方に折りたたんでも構いません。一度根元に針で紐を通してから結び止めます。こちらが紐を引いて輪になった状態です。2本の紐をサイドで結び合わせます。
手前側を結んだら、紐を反対側に渡して同じように結び止めます。ポイントはバチカン部分がぐらぐらと動かないようにきつく結び固定することです。最終的な紐の処理の仕方。最後に紐を処理していくのですが、ここでバチカン部分がぐらつかないようにするコツがあります。処理する紐を一度枠編み部分に縫い付け、それから焼き止めをしましょう。このように前面から裏面へ紐を通し、その後焼き止めをします。そうしてあげることによってバチカンが固定されます。同じようにして逆サイドも紐を処置してください。巻き止め。最後に裏面に残った1本の紐を使います。その紐を3回ほど根元で巻きつけて引き締め、さらに動かないように固定してあげます。この時も巻きつけすぎると根元がコブみたいになってしまうので気をつけましょう。最後紐を留めるときは根元に紐を通し、締め、焼き止めして完成となります。バチカン部分の穴は爪楊枝などの棒でサイズを多少開くことができますので、ペンダント用の紐や三つ編み紐などが通りにくい場合に試してみてください。これで基本となるシンプルな枕目ペンダントヘッドが完成となります。枕目スライドビーズの作り方。ここでは枕目ペンダントの紐の長さを調節するためのスライド式枕目ビーズの作り方を解説していきます。もちろん市販のビーズでも代用できますが、ちょうど良いビーズがない場合や、三つ編みや四つ編み紐、また紐の太さなんかによっても、このビーズの穴の太さっていうのは変わってきますので、微調整できるものとして習得しておくと便利です。こちらが準備するものです。はじめの設定です。それでは10センチの紐を使い輪を作ります。結び目の部分をコルクボードでピンで固定してください。この輪の部分にもう一方の紐を通し折り曲げます。左側が10センチ、右側が15センチになるようにセットしましょう。ここでタッチング結びを始めてください。ポイントは、初めの結び目を上の方に詰めてきつくタッチング結びで編んでいくのがコツです。タッチング結びの詳しい編み方は概要欄をご参考ください。4目か5目ほど編んだら、初めに作った輪っかをハサミで切り、紐を抜き取ります。この時、抜き取った部分にできた穴に軸紐を通していきます。穴が小さいので、針などを使って紐を通していきましょう。通した軸紐を引くと小さな輪っかが出来上がります。ここにペンダントの三つ編み紐2本を通してください。輪を閉じてみて、両サイドの2本の紐を結び止めます。この時にスライドさせてみて緩い場合は、一度これをほどいて1目か2目、目の数を減らしてから再度ここまでやってみてください。それぞれの紐を一度タッチング結びの部分に縫い、輪が広がらないようにしてから2ミリ残してカットします。そしてそれらを焼き止めしてください。こうすることによって輪の部分が緩みにくく簡単にほどけないようになります。最後に完成した枕目ビーズを実際にスライドさせてみて、動くことを確認して完成となります。ペンダントの仕上げ。最後に完成したペンダントを火でさっと炙ります。こうすることによって余分なワックスが溶け、きれいに仕上がります。石の部分はアルコールティッシュなどで拭き取って、指の指紋など汚れをきれいにしておきましょう。これで枕目ペンダントが完成となります。